こんにちは、トバログです。もう少しで日本でもビジョンプロが発売されますね。というわけで今回の動画は、ビジョンプロのね購入してよかったアクセサリーと、こういうのはなくてもよかったかなって思うものをちょっとねいくつか紹介していこうと思います。これまでね半年ぐらい、ビジョンプロずっと使っていて、結構ねちゃんと工夫しないと使いづらくて、割といろんなもの買ってるんですよね。でいろいろ試しながら、割と快適にこう使えるようにもなってきたので、その知見的なところを、紹介できればなと思っています。ちょっとねビジョンプロのネタが続いちゃうところではあるんですけど、発売というところで今回はこの動画撮っていこうと思います。それでは早速いってみましょう。はい、というわけで早速ね紹介していくんですけど、まずね購入してすごい良かったなと思うもので言うとこれですね。これはベルキンの Apple Vision Pro 用のねバッテリーケースなんですよ。バッテリーケースでApple Store でねすぐに購入できるものなんですけど、やや高めなんですが、これは本当に必需品レベルで使っているアイテムです。何がいいのかっていうと、どっちかっていうとねこのバッテリー保護するっていうよりかは、このクリップとここのフック部分がすごくいいですね。ビジョンプロのバッテリーってこんな感じでめちゃくちゃミニマルなんですよね。見た目はすごくかっこいいんですけど、これ自体にねクリップとかが備わってなくてぶら下げるところもないので、本当にただこれをね机の上に置くかポケットに入れるかして使うっていう形です。なんですけど、たまにねポケットがない服を身につけていたりとか、あとこのねデスクで使ってる時にこれ自体がこういう風に置いてあったら割と邪魔なので、こんな感じでバッテリーをねすごい保護してくれるっていうわけではないんですけど、ここにねフックのこのループ部分がついているので、ここにねちょっとしたフックを引っ掛けて、僕の場合はデスク下にこうやってかけてこのままね充電をしながら使うっていう形ですね。これが便利だし、あとはユニクロのステテコみたいにねポケットがないやつを使う時は、ここでね腰のベルト部分というか腰部分にこうやって挟んで使うこともできるので、割とそういうところが使いやすいです。このループ自体は割と Amazon のねシリコンケースとかを買っても同じような感じかなと思うんですけど、やっぱりねここにこの360度回転するクリップが備わってるっていう点が結構最強かなと思います。ビジョンプロって前後のバランスがめっちゃ悪くて、ここだけに重さがかかるんですよ。なのでこういうねバンドみたいなのを使っていても、こうね前側に体重がすごいかかっちゃうから、首のね付け根部分がちょっと疲れてくるんですよね。なのでこのバランスを最適化してあげるっていう意味で、このね重さのあるバッテリーを例えばこういうところにクリップでくっつけると、これでねかなり前後のバランスがすごく良くなります。見た目はね悪くなると思うんですけど、こんな感じで家で使う分には全然問題なくね前後のバランスがかなり優れる形になるんですね。で僕は今こんな感じのバンドを使っているんですけど、もちろんねこの純正のこういうタイプのデュアルループバンド的なやつでも結構快適に使えるかなと思います。でこことかにこうやってね固定をして、このままねこうやって固定するとこっち側に重心がいくから、割とこの前側がね重すぎないっていうのもそうだし、あとは完全にねこのケーブルフリーになるんですよね。ケーブルレスになるので、このままこうやって席を立ってトイレに行くとかをしても全然このケーブルが邪魔にならないっていう、ここがね結構いいですね。これがねこのベルキンのこのクリップ付きのフックを買う理由かなと思います。今みたいにねこういう風につけてもいいし、これ自体がねこんな感じで回転するので、例えばこういう風につけてもいいしっていう形でいろんなね付け方ができるので、自分のこのバンドに合わせて、前後のバランスを取りやすくするっていうのが本当に最高な点ですね。ビジョンプロ自体が売れてくれればいろんな選択肢出るとは思うんですけど、現状はねこのベルキンの、このバッテリーホルダーが最高かなと思います。これはね必需品レベルですね。この流れでいくんですけど、続いて買ってよかったなと思うものはこちらですね。これはなんかね Twitter とかで誰かが使っていて、これすごいやってみようと思って試したところめちゃくちゃ良かったっていう感じのアイテムなんですけど、ナイキのヘッドバンドですね。どんなものでもいいと思うんですけど、こういうねヘッドバンド、これ普通はこうやってねスポーツのために頭にこうやって巻いて汗がねずれ落ちないようにテニス選手とかがね使っているようなものだと思うんですけど、これをねここにこうやっ
してグイッと引っ掛けて、この辺かな、この辺で使って、でこれをこうやってかぶると、よいしょ、ある程度ねこの前側の重みみたいなのがかなり解消されます。これはね見つけた人天才だなと思って感謝してもしきれないんですが、こんな感じでこれをねこのバンドをここに固定することによって、ここの前部分がちょっと浮くんですよね。これが浮くことによってこのほっぺた部分にね圧がかかってめちゃくちゃ真っ赤になって痛くなるっていう問題が結構ね緩和される気がします。これをしなくてもここにねバンドあるじゃんって思われると思うんですけど、これって本当に意味をなしていないというか、本当に形だけなんですよ。こんな感じでこう固定していたとしてもバコンと前にね体重がかかるので、あまり実はこの部分って意味がなくて、どっちかっていうと頭的にねここの重さを相殺する必要があるので、この辺に張力のあるバンドが必要なんですね。でこれをするとちょっとね再現が難しいんですけど、ここでこうビヨーンって張力があることによって、ここでね結構引っ張ってくれるんですよ。なのでここのね前面部分に顔がのしかからずに結構済むっていうところなんですね。これ自体はね昔から結構メタクエスト使ってた時からね、ここになんかこうガードみたいなのがあるとすごくいいっていうのは気づいてたんですけど、まさにねこのナイキのヘッドバンドが見た目的にもこの張力というかこの柔らかさ的にもねすごくちょうど良かったっていうところがポイントなのかなと思います。ちょっとねトバログこういう風に使ったりもするんですけど、結構ねこの張力を生かすことでこんな感じでこのねライトシール部分がなくても、見てください、結構ねこうバランスよくねここでちゃんととどまってくれることがわかると思います。こんな感じで、こういう風にね目に当たらずに本当にメガネをかけているのに近いような感じで使うことができるので、本当に1000円ぐらいでねこのバンド買えるから、そういう意味ではかなりおすすめだと思います。ただずっと長時間快適につけられるかっていうと、またこれもね難しい問題で、このね今度はここの部分がちょっとね、締め付けが気になってくるんですよね。1時間とかでは問題なく使えるんで、普通にねこの標準のベルトを使うよりはいいかなと思うんですけど、これとこのねバンドを使ってこれで使うのの半々ぐらいで、交換しながら、この圧をね分散させ続けながらね使うのがおすすめかなと思います。ちなみにこれをねぶら下げた時にこれをねこういう風に後ろに置いても結構ね使いやすいですね。これ自体はね普通に Amazon でも購入できるし、いろいろねスポーツ系のそういうお店とかでも購入できると思うので、気になった人はぜひチェックしてみてください。はい、続いて装着系の問題で言うと、現状ねメインで使っていて一番便利だなと思ってるのはこちらですね。こちらはなんかねメタクエストシリーズのこういうエリートストラップにね似てる形なんですけど、一応ねビジョンプロ専用として作られているこのヘッドバンドですね。これはねすごく使いやすくて結構ね個人的には気に入ってるものなんですけど、現状ね Amazon で購入することは難しくなっています。もともとねアリエクスプレスとかで買ってきたものを多分 Amazon に載せていると思うんですけど、気になった人はね多分 Amazon じゃなくてアリエクスプレスから買ってもらえばいいかなと思うんですけど、現段階ではこれが一番装着感いい気がします。どういう風に使うのかっていうと、ちょっとねめんどくさいところはあるんですよね。これをこう外して、ここの部分をこれ結構クリップで頑丈に固定するんですよ。なので着脱が難しいというか、何回もやってたらこのバンド部分が壊れちゃうんじゃないかっていうねそこがねちょっと気になっているところではあるんですけど、装着感がすごい楽なので現状はこれを使っています。こういう風になって、もともとメタクエスト3で使っているこのエリートストラップの雰囲気に本当に似ている気がします。これだけでね重さのこのバランス問題が解決するわけではないんですけど、何がいいのかっていうと結構ね視点が多くなります。こことこことここのね合計3点で、あとこのライトシール部分合わせると4点なんですけど、全体的にねこの圧を分散してくれるので、割とね長時間つけていてもそこまで疲れにくいっていうところがポイントですね。でこの部分もねこんな感じでカチカチと回すことができるので、かなりね自分の頭にフィットさせた状態で使うことができます。ここもね長さが変えられたりとか、ここのね
この角度とかも変えられるんですよね。あとはねここの角度も結構変えられるので持ち運びの時にも割とコンパクトになるっていうところがねいいところかなと思います。実際にね装着してみるとこんな感じですね。こういう感じで見た目はねちょっと悪いんですけど、こんな感じで自分の頭にカチカチと固定をして、割とね微調整は必要なんですけど、こんな感じでね装着することによってここと、ここと横の部分とあとちょっとこの脇のところで固定しているっていう形です。しかもねこれ自体結構いいのがこのねライトシール部分がなくても割と使えるんですよね。なので、これだと本当にすごく楽です。顔の周り自体にね圧がかからないので圧が頭に分散するんですよ。これまたさっき紹介したこのねビジョンプロのバッテリーのところをここに固定するとかなりいい、これでバランスがめちゃくちゃ取れている形になります。しかもこれだとやっぱりさっきみたいにねハンズフリーになるので、この使い方で、僕家の中で外部ディスプレイ化するっていうことが多いですかね。難点としては日本の Amazon だと現在品切れ中っていう形なので、気になる人はアリエクスプレスとかその辺からね、日本に送ってもらうのがいいのかなっていう感じですかね。はい、続いてビジョンプロ用にあった方がいいアクセサリーとしては、これですね。これちょっと地味めなものなんですけども、何かっていうとここのね目の部分を保護するためのキャップです。これはねビジョンプロを持ち歩く人であれば必携なのかなと思います。これ自体は日本の Amazon で1000円以下で購入することができます。で僕がね購入したのはこれメタクエスト3用なんですけど、最近はねビジョンプロ用も出ていて僕は今取り寄せ中です。なんでこれが必要なのかっていうと、主にね持ち歩く時とかなんですけど、ここのガラス部分ってやっぱりね傷つけたくないじゃないですか。直接目に触れるというか目でね見る部分なので、大きな傷ができたらやっぱり目立つんですよね。できるだけそれを持ち運んでる時につけたくない、傷をつけたくないというところでこれをね入れています。でこれをこういう風にするとここがね盛り上がっているのでレンズ部分にそこまでねしっかり触れることなく、そしてこういうのが当たったとしても、ある程度は傷から守ってくれるかなというところですね。持ち運ぶ時はこんな感じなので、こういう風になります。で逆にねここさえ保護ができてしまえば、あとはこれ標準でついてくるこのケース部分があるので、これでね完璧にほぼ完璧に本体部分は守ることができるんですよね。なのでこのまんまちょっと小さくしてこれでね、何かに入れて持ち歩けばある程度傷とかからは防ぐことができるのかなと思います。これはねそういう意味ではかなり必須と言っても過言ではないかなと思っています。後で紹介するんですけど、純正のねビジョンプロケースって結構でかいんですよね。普通にこれで持ち歩くっていうことは毎日持ち歩いてるとなくなってくるのかなと思っていて、代わりにねこういうカメラ用のカメララップっていう柔らかい布で覆われたものがあるんですけど、こういうものにこことここをちゃんと保護した状態でこうやって、あとはこんな感じでねくるんで持ち歩いてバッグの中に入れるっていうのが基本的なビジョンプロユーザーの使い方なのかなと思います。カバンに入れるのであればここまでやればある程度そんなにめちゃくちゃ強い衝撃じゃなければ問題ないかなと思っていて、こういう感じで使う場合にはやっぱりねレンズ部分の保護は気になるので、これが必要になってくるって感じですかね。この流れでちょっとね保護ケース的な話にも飛びたいんですけども、保護ケースの話ですね。基本的にビジョンプロってこんな感じででかいね純正ケースが売られているんですけど、これ自体ね3万円とかしてくるし4万円ぐらいするのかな、3、4万円してきてめちゃくちゃ高いのと、結構ねかさばってバックパックに収まりきらない問題があったりするので、個人的に結構ねおすすめしたいのはやっぱりこういうねさっき紹介したようなカメララップとか、あとこういうねカメラ用のアクセサリー類ですかね。ちょっとねこれは保証はできないんですけど、ある程度ちゃんとねカメラをそもそも保護するためのものなので、こういうね強い衝撃とかじゃなければかすり傷とかだったらこういう風にね持ち歩くっていう意味ではカメラ用のカメララップはおすすめなのかなと思います。これ自体はねめっちゃホコリがついててボロボロな感じなんですけど、あとは例えば他にはこういうタイプのね、カメラ用の白馬のこれインナーバッグなんですけど、こういうのにこうガボッとね頭の部分だけ
けを入れて、ちょっとね雑な感じではあるんですけど、前の部分だけをこうやってねカメラ用のカメラのインナーケースに入れてバッテリーは別にしてこのまま持ち運ぶっていうスタイルもありかなと思います。現状はねビジョンプロ用のすごくコンパクトで使いやすいケースっていうのはほとんどないので、基本的にはねこういう風にカメラ用のアクセサリー類とか、保護ケースとかこういうカメララップみたいなのをビジョンプロ用にね転用するっていうのが結構おすすめの使い方かなと思います。あとこれは余談なんでおすすめはしないんですけど、一応ねこのビジョンプロのここの部分って SIM ピンで取り外せるようになってるんですよね。それをするとめちゃくちゃコンパクトになって、このぐらいの、ガジェットポーチとかにもね収まるぐらいのサイズ感になったり、あと結構ねやりたいなと思ってるのだと、スキーのゴーグルケースあるじゃないですか。スキーのゴーグルケースとかにそのままね収納できる形になるので、ここを取り外すっていうのがね問題なければ、ちょっとねつけたり着脱がめんどくさいんですけど、そういうシーンだったらスキーのゴーグルケースとかも割と使えるんじゃないかなと思って、いい感じのがないか今は探しているところです。実際にね自分で使ってみてこのビジョンプロ用におすすめしたいなと思うアクセサリーはそんな感じですかね。あとはちょっとね必要はないと思うんですけど、あると便利かなって思うもので言うと、こういうねビジョンプロじゃなくてこれなんだっけ、マジックトラックパッドですね。 Mac とかで使えるマジックトラックパッドがあると、これでねマウスのカーソル操作をしつつ、あとはこういうねキーボードとかを使ってこのままね一応なんですけどビジョンプロ上で iPad のアプリとかブラウジングとかがそれなりに快適にはできるので、こういうね、マジックトラックパッドがあるといいのかなと思います。っていうのも現状ねビジョンプロ皆さんご存知の通りだと思うんですけど、今のところこれマウスに非対応なんですね。秋口頃に出るって言われてるビジョン OS2 とかからね、対応してくるらしいんですけど、現状はマジックトラックパッドもしくは MacBook とね接続した際のここ上のねトラックパッドでしか操作ができないみたいなので、ビジョンプロ単体で作業したいぜ Mac なんか接続しないぜって思ってる人はもしかするとこれがないと結構ねきついかもしれないです。結構ね作業の時には割とこれ必需品レベルですかね。僕は基本的には単体で作業することってあんまりなくて、基本的には Mac と接続して使っているので、このマジックトラックパッドがなくてもいいんですけど、単体で作業したい人はこれはね必須レベルですかね。はい、っていう感じでいろいろとね購入して良かったものを紹介しているんですけど、ここからは、これなくても良かったかなっていうのも一応紹介しておこうと思います。はい、まずね紹介するものとしては、これですかね。はい、この白くて見た目はものすごくかっこいい Apple Vision Pro の純正ケースなんですけど、これ自体は正直なくても良かったかなと思います。理由としてはいくつかあって、さっきもね紹介した通りなんですけど、このケースめちゃくちゃでかいんですよね。 MacBook 14インチと比べても結構な大きさになっていて、フットプリント的にはねもうほぼほぼ同じじゃないかっていう感じなんですけど、それプラスこれ厚さがめちゃくちゃすごいんですよ。もうこの MacBook Pro 5台分はあるんじゃないかっていうね厚さで、ビジョンプロをね大事に保護しながら持ち歩くものなので結構大きさがあります。本当にシューズケースって感じですかね。体育館シューズとかを入れるケースを持ち歩いている感じになってしまうので、会社の備品とかじゃなくて仕様でね持ち運びをするっていう用途であると、やっぱりさっき紹介したようなこのカメラ系の機材を使った方がいいのかなとは思います。物としてはねめちゃくちゃいいんですけどね、これふかふかで本当に手触りもいいし、中を開けるとこういう風にビジョンプロをしっかりと保護して持ち歩けるっていうのはいいんですけど、やっぱりねでかい、そして4万円近くするっていう価格がネックで、それだったら買わなくてもよかったかなっていうのが正直な話です。質感はめちゃくちゃいいです。その代わりあと難点としてはさっきの紹介した通りこれ必需品レベルのベルキンのやつなんですけど、これがあるとこれをねつけてるとちょっとここ干渉するんですよね。こういう風にして、ここでねちゃんとこうクリップっぽく留めてしまえばいいんですけど、ここのベルトとかも閉まんなくなっちゃうし、そういうね、ちょっと干渉が起きるっていうところで言うと微妙に使いづらさはあるかなと思います。これ自体はねかっこいいし、これが使いたいっていうのであれば全く問題ないんですけど、実用性を考えるとちょっとね難しいところなので、見た目がすごい好きとかそういうところじゃなければ、必要はないかなっていう感じはします。あともう一つなくてもよかったかなって思うもので言うと、ビジョンプロのバッテリーの予備ですね。これは
購入はしたんですけど、実は1回も使っていません。こんな感じで開封はしたんですけど、本当にこの状態ですね。これは買った理由としては、基本的にビジョンプロのバッテリーって2時間半とかしか持たないので、予備があった方がいいかなと思って買ってはいて、でなおかつね、これ買った時アメリカで買ったんですよね。なのでこのバッテリーのこういうところが万が一断線してしまった場合は、日本でね購入することができなかったので、保険の意味も込めて買ったんですけど、幸いなことに使わなかったっていう形ですかね。で実際これをね、本当に予備として買ったけど使ってない理由としては、ビジョンプロ自体ね、このバッテリー重いんですよね。結構重くて、これだけでどんぐらいなんだろう、300g を超えてくるし、しかもこれ予備バッテリーなんですけど、ビジョンプロ以外で使うことができない端子なので、これ USB-C で出力とかもそういうのもできないので、それだったら2万ミリのねモバイルバッテリーを別途持ち歩いて、必要な時にこっちに給電するっていう使い方の方がいいんじゃないかっていうところから、ほぼほぼ使っていません。であとね、ちょっと地味に使いにくい点としては、これねこうやってくるって回して外すと、一回電源が完全にシャットダウンするんですよね。もうこっち側にバッテリーとか全く入ってなくて、完全に電源供給はこれだけなので、それを考えると一回ねバチって外して完全にシャットダウンした状態でまたねつけて1分ぐらい経って、この再起動するみたいなのもめっちゃめんどくさいので、それが起きる前にモバイルバッテリーとか、この電源がある場所で使うとか、そういうね使い方をするっていう形ですかね。あと想像以上に持ち歩いて使うっていうことが現状ないので、予備がねほとんど必要ないかなっていうのもそういうところからです。もしかしたら毎日もう飛行機に乗るみたいな、飛行機上でめっちゃ使うっていう人だったら予備があってもいいのかなと思うんですけど、基本的に予備は必要ないかなと思います。そんなところですかね。あとは購入してなくて、必要ないかなと思っているものだと、ここのね前面を保護する、プラスチックケースがあるんですけど、あれはトバログは購入していません。理由としては、これでね持ち歩くときは保護するし、装着してるときはそんなにね、これ自体使うこともないかなと思うし、あと何よりめっちゃチープな感じになっちゃうんですよね。ここのセンサー部分とかはどうしてもくり抜いたりしなきゃいけないので、一部ねデコボコになっているプラスチックがこの上からかぶさるっていうのもちょっとダサいかなと思ってしまって、そういう理由からも現状はねその保護ケースは使っていません。毎日ね持ち歩いてラフに扱いたいとか、いろんなところで使いたいというところだと必要かもしれないんですけど、現状はこれで頑張っております。あと結構ねこういうヘッドバンドの話で言うと、ループがね上だけにくっついてるタイプのものは現状は使っていませんね。っていうのもやっぱりさっき紹介した通り、ここでねいくらここで締め付けを強くしたところで、やっぱり圧がねこの手前側に来てしまうので、上側に固定するっていう、例えばねこれを2つ使ってこっちのガシャッと固定して、こっちにもガシャッと固定するアダプターとかがあるんですけど、あれもね実際に使わせてもらったんですが、ちょっとね個人的には装着感が微妙だなと思ったっていうところもあって、そういうねアクセサリーとかは使っていないって感じですね。僕が購入するのであれば、前頭葉部分にこうやってね、ちゃんとこの押さえてくれるものがついていて、なおかつ後ろ側でねちゃんとバランスをとってくれるっていうものがいいのかなと思っています。そういう意味ではねこのループバンドも一緒ですね。あんまり意味をなさない感じなので、この辺は日本人の頭なのか僕の頭の形なのかは分かんないんですけど、そういうね使いづらさがあったので、必要ないかなっていうところです。はい、実際ねビジョンプロ購入してから購入したアクセサリーたちのまとめはこんな感じですかね。いろいろとねこれは必須だなっていうものもあれば、これはちょっと微妙だなっていうものもね本当に普通のスマートフォンよりもたくさんあったり、振れ幅が大きかったりするので、実際に使った感想とかを紹介してみました。本当にねビジョンプロとかで言うと、値段もねそもそも高いし、まだまだ世界でもね発表されたばっかりで、発売もこれからなので、アクセサリーとかが出てくるのは今後半年とか1年だと思うんですよね。もしかしたら全く売れなくて、ビジョンプロが売れなくてアクセサリーとかほとんど出ないという可能性もあるとは思うんですけど、これからもねまた新しいアクセサリーとかアップデートがあればぜひ皆さんに共有したいなと思っています。いやーこれはねロマンなんですよね。本当に単体では使いづらいアイテムなんです
けどロマンあふれるっていうところで、今回はこれで終わりにしようと思います。はい、トパログではこの動画の他にもいろいろねガジェットのレビューとかそういうのをしてるので、ぜひ過去動画もチェックしていってください。そして気に入っていただけたらチャンネル登録お願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トパログでした。